さあ皆様、寄ってらっしゃい見てらっしゃい。結構毛だらけ、猫灰だらけ、尻の周りはレジンとクソだらけというわけで、新しい 3D プリンターが入ったよと。今回紹介するのはこちらの 3D プリンター、フローズンソニックメガ 8K-S です。この光造形の 3D プリンターの特徴は、とにかくでかいものが作れるということです。15インチクラスのビルドプレートによって、最大で横幅に対して33センチの大きさの造形が可能。比べてみてください。これがフローズンの旧機種であるシャッフルのビルドプレートとの比較です。もうこれは50万トン戦艦クラスでしょう。大型光造形 3D プリンターを使えば、面倒なパーツの分割は不要。小さな造形物ならば大量生産が可能。と、いいことずくめのような感じもいたしますが、果たしてメガ 8K-S の実力とは、今回は我がチャンネルで現在話題となっております、護衛艦ヤマト、巡洋艦ヤマトを、このメガ 8K-S で造形してまいりたいと思います。ここで護衛艦ヤマトのスペックを確認していきます。護衛艦ヤマトは最新の原子炉を搭載することによって46産地式電池投射砲を搭載しています。なぜ46産地砲なんだって、おぼろげに浮かんできたんです。46という数字が。46産地式レールキャノン。快感。ということで、うちのチャンネルではおなじみとなっております、護衛艦ヤマトの究極な姿を超型光造形 3D プリンターのソニックメガ 8K-S で造形していきます。さっさとね、作ってまいりたいと思いますので、対戦よろしくお願いいたします。やばいもんが届きましたね。まず届いたのがこちらの巨大な箱です。これは作業部屋に移動するのが大変だなと思ったんですけど、段ボールを解体してバラバラに持っていけばね、設置はなんとかなりました。常識的な重さで安心いたしました。メガ 8K の無印よりも軽い。はい。ということでね、開封をいたしました。どうでしょうかね。おまんじゅうとの比較ですけど、結構大きいね。今回は他の 3D プリンターとの比較をするような動画ではありませんが、フローズンメガ 8K-S のデザインはとてもシンプルです。でかすぎ。ビルドプレートはあまりにもでかい。そして重い。これはビルドプレートというか、ボード鎮圧用のシールドかと思いましたわ。ただこの巨大さには理由がありまして、印刷時の引っ張り力を減らして、印刷成功率を向上させることができるのです。軽め穴が開いてありますので、用いるレジンによっては穴にレジンが入って固形化して、大変めんどくさいことになってしまうと思いますので、その点は注意ですね。結構簡単に開閉がですね、割とスムーズにいきますけど、奥行き取りますね。奥行きがね。ソニックメガ 8K-S では重量も軽く置きやすい印象がありますが、UV カバーの開閉方向によって奥行きを必要とするという問題があるにはあります。15センチくらいね、後ろに広がりますね。メガ 8K よりも表記上は小さいですが、事実上置くスペースを広く使う必要があります。電源こっちにあります。ちょっと見づらい。電源スイッチは後ろにありますね。電源ケーブルちょっと短め。電源ケーブルは短めですけれども、電源ケーブルはね、いろいろと余っておりますんで、これも大した問題ではありません。これスイッチ。はい、ありがとうございます。無事に電源もつけましたね。OS は地図系のものが使われているようです。こちらもシンプルな構成ですね。ちょっとおまんじゅう動画しますね。ここからは本体のセッティングを行っていきます。レジンバットがえげつない重さなんでね、ちょっと、よいしょ。はい、ここだ。2つある。ここにね、スマホで撮影しているため片手で作業しておりますが、ビルドプレートは両手で取り付けるようにお願いいたします。見てください、このレジンバットの巨大さを。シャッフルとの比較ですけれども、こんなにでかくなりました。とんでもありません。メガ 8K-S はビルドプレートが超巨大なだけあって、本体にはデュアルリニアガイドを採用しています。また Z 軸の調整は行う必要がなく、工場出荷時の状態でプリンターの利用が可能です。またメガ 8K-S には ACF フィルムが採用されています。ACF フィルムは FEP フィルムとは異なる特性を持っており、コストは高いですが、耐久性に優れているようですね。こんなものがね、いろいろありますので。メガ 8K-S の付属品は至って普通ですので、この辺は割愛いたします。こっち側の方だな。よいしょ。これよく忘れますからね。やだね。動作確認はですね、セッティング。テスト。来ました。OK ですね。はい。無事に動作確認ができました。それではね、早速ね、プリントを行っていきたいと思います。
今回使用するレジンは、フローズンアクアグレイ 8K です。その名の通り 8K の解像度を持つ 3D プリンターに最適なレジンとなっております。フローズンのレジンはかなり粘り気が強めで、顔料がしっかりある印象がありますね。顔料が少ないとディティールがね、出てるか判別しづらいですので、このくらいしっかり色があるのは好みですね。匂いもそこまで強くないと思います。USB メモリを差し込みまして、まずは当たり障りのないテストモデルをプリントしていきます。こちらの塔のようなパーツをプリントしていきましょうかね。駆動音も小さめですかね。プラットフォームがね、下に下がりましたので、あとはもう待つだけですね。ということで、しばらく待ちましょう。プリントには2時間くらいかかりました。デフォルトの設定ではプリントスピードがかなり抑えられている印象がありますね。ビルドプレートの真ん中にね、フォークピッチのような小さなものができておりますけども、こちらをね、剥がしてまいりましょう。これテーブルよりでかい。テーブルっていうか、置き台よりでかい。これを持ちながら満員電車に乗るとどうなるんでしょうね。気になるわ。よし。これだけ。これだけですけどね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これね。結構取りづらい。結構ガシッついとる。よし。どうでしょうね。解像度はね、わからんちんですね。不明です。メガ 8KS の解像度は 3D プリンターとしては理論上あまり高くはありません。これは他のフローズン社の 3D プリンターの解像度の比較ですけれども、解像度を求めて導入するという機種ではありません。テストモデルばかりでは仕様もわかりませんので、早速作品作りに投入しちゃいましょう。で、これが、2000年くらいのヤマト。はい。で、これが私が今回ね、作りました2030年のヤマトですね。どうでしょう。だいぶ洗練されたんじゃないですかね。原則の方がですね、ちょっと整理されまして、で、こちらにね、レールガンがね、搭載されてるって感じです。ほら。結構変わったでしょ。1990年のやつから、上部構造物をね、ほぼ作り直しましたね。ここの部分。ここだけ変えてないけど。改めて今回制作する護衛艦ヤマトの寛容をお伝えしてまいりましたが、3D プリンターでこのままの状態でプリントすることはできません。地道な修正作業が必要なんです。しかも地道すぎて取れ高もないというね。これが 3D プリンター用のデータに変換した、変換というかね、3D プリンターの造形に適しているようにね、こことか太くしていきましてね、結構。今回挑戦するのは700分の1サイズの護衛艦ヤマト2030。そういたしますと、ヤマトの大きさは 37.5 センチほど。しかし、そういたしますと、8.9 インチサイズの光造形の 3D プリンターでは3分割が必要ですが、ソニックメガ 8KS では分割いらずに、とはギリギリいきませんでしたが、2分割にすることによって大幅に組み立て難易度を下げることができるのです。多分きっとおそらく、これ処理に大変なね、ここの部分つなげちゃいます。ここつなげちゃって、もうここをですね、もう綺麗にするって手間をね、なくしながらできるんじゃないかなとね。では、これを選択していって、データの修正が行えましたら、ヤマトをスライサーソフトのチスボックスに持っていきます。ほら、余裕がある。こんなプリントの仕方をしても余裕があるっていうね。とりあえず先行して、船体のパーツだけをプリントしていこうと思います。フローズン製の 3D プリンターはもちろんチスボックスに完全対応しています。今回使うレジンのフローズンアクアグライ用に露光時間の調整を行っていきます。露光時間は長くすれば造形の成功はしやすいですが、それだとパーツが太ってしまいますので、とりあえず推奨値でプリントを実行していきます。露光時間は 2.2 秒。昇降時間は60ですので、安定設定だと思います。どうかな？はい、設定が終わりましたので、プリントを開始していきます。あとは成功を祈るのみですね。果たしてどうなるか。しかしこのソニックメガ 8K、ファンの音は小さくはありませんが、フィルムの管理音が全くしません。これには驚きです。通常の光造形の 3D プリンターでは、ウィーンバタンみたいなね、音が入りますけれども、それが一切ありません。十分静音の 3D プリンターと言っていいんじゃないかなと思います。いいんじゃないかなと思いますね。プリントには8時間以上かかりましたね。意外とかかったなって感じがしましたけども、結果は良好そうに見えます。はい、ではね、取っていきます。これ、まずはこれね、外して、ちょっといるんだ。ここでソニックメガ 8KS の画期的な機能を紹介いたします。それが、
レジンドリップハンガーです。ご覧のようにビルドプレートを吊り下げることができます。ビルドプレートが重いですので取り付けるには若干コツがいりますが、これによって効率的にレジンの雫をレジンパッドに垂らすことができます。レジンが無駄にならずに済むのはいいですよね。すべての 3D プリンターに欲しいですよ。結構垂れてきますね。ビルドプレートはかなり特殊な形状ですので、1時間くらいもだえながら引き剥がす作業を行うことになるかもと思ったんですけれども、意外とすんなり作業することができました。少しトラブルもありましたが、造形物に問題はありませんでしたね、多分ね。洗浄に使います IPA は体に良くはありませんので、私は SK 本舗の2種類の洗浄液を使っています。環境負荷の少ない液で作られておりますので、2つの液で二重洗浄した後は、さっと水道の水で洗うような手順となります。造形物についてはここで成功してしまいますと、比較的に面白みがないなと思ったんですけれども、ほぼ成功しちゃっていますね。ご安心ください。対艦ミサイルの造形に失敗していましたね。こちらはデータ的な問題でしたね。続くプリントではちゃんと成功させることができました。試行回数はいつもよりかなり少ないでしょう。大きすぎて失敗しまくって発狂するかと思ったんですけれども、ソニックメガ 8KS、普通に優秀な 3D プリンターでした。皆さん、これですね。でかい箱がもう一個届きました。今回はさらに、フローズン様より造形物の洗浄に使います、ウォッシュメガ S も提供していただきました。嬉しいです。早速スイッチをね、オンにしてみましょうかね。はい。電車の走り音というかね、バイオハザード2のガトリングみたいな回転音がめちゃんこかっこいいんだが。こちらのウォッシュメガ S はソニックメガ 8K シリーズの最大規模の大きさの造形物を洗浄可能な装置です。今回制作する護衛艦ヤマトにはあまりにもオーバースペックすぎますので、本格仕様は次回以降になるかと思いますけれども、水を入れた状態で試してみました。こんな感じに水流を発生させて効率的な洗浄が可能です。ピーじゃねえよ。ただ洗浄液をどうするかですね。そこはちょっとね、考えないといけませんね。なんと今回さらにフローズン様からキュアメガ S 大型二次硬化機もいただきまして、こんな巨大な造形物をなんと何の障害もなく二次硬化を行うことができます。ありがてえわ。はい、大型二次硬化機は完全に大が小を兼ねます。造形物だけでなく 3D プリンターは作業中に大量のゴミが出ます。基本的にレジンは硬化してゴミを出す必要がありますので、全ての作業環境において使えます。今私が使っております大型二次硬化のスペースは低予算で自作したために UV がダダ漏れな環境でしたので、これは健康面でも非常に助かりました。おまんじゅうも入れられますね。じゃねえよ。はい、今回の題材は正直、ソニックメガ 8KS の性能を最大限発揮できるようなものかといえば微妙ではありますが、メガ 8KS は何も大きなものを造形できるだけというわけではありません。このように小さなものを大量に造形するということにも長けているのです。よいしょー。ご覧くださいませ。2000分の1の護衛艦ヤマトをね、大量建造してみました。これでもまだスペースに余裕がありますからね。15インチクラスのソニックメガ 8KS と 8.9 インチの16ケーキをね、比較していきましたけども、2000分の1のヤマトでは大きな差は見られませんね。強いて言うならば、このマーキングの部分がね、潰れてしまっているような感じがしますけれども、大きな差というのはありませんね。いろいろあって全てのパーツが揃いましたので、ここからは組み立て作業と参りましょう。レールガンだけはね、何回か失敗しましたね。小さ。簡単にですね、サーベーサー拭きましたんでね、こんでいいんじゃないかなと思います。結構綺麗にできたでしょ、これ。3D プリンターの造形物の組み立て作業は、プラモデルに比べると、一見するとね、パーツ数も圧倒的に少なくて簡単そうに見えるんですけれども、パーツの表面処理の作業が、べらんぼうに大変です。結局これで削るしかないんですよね、これでね。結局のところね、ひたすら削ってまいります。護衛艦ヤマトの組み立てとしては、まずは船体にジョイントをくっつけて、前後の船体を接合、塗装をしつつ、46サンチ式レールガンと各種複合を乗っけていくといった手順になります。
手順的には難しくはありませんが、果たして、はい、ちょっとここに棒をね、入れていきます。入れ。結構きついな。ここにつなげます。これね、毎回失敗してるんだけど、大体ね。これ別にね、近くにサンバさんがいるわけではないのでね、そのあたりをね、ご理解ください。いかない？そんなバカな。ほらほらほら。しっかりせい。確認したんだけど、意外といかないですね。意外とな、きつい。ここでトラブル発生。スクリューの基部がですね、破損しましたね。はい、やっちゃいました。なんとか直せそうですね。はい。まあ、多少こうズレが出ちゃいますけど。はい。まあ、ちょうど失敗品のパーツがありましたんで、これをうまくはめることによって、修正しようかと思います。あとは超音波カッターなどを使って表面をきれいにしていきました。バテでやっていきます。はい。久しぶりの登場ですね。光効果バテ。空気清浄機が今ね、反応しちゃいましたね。船体同士の隙間につきましては、光効果バテを使って埋めていきます。なんだかんだ言って光効果バテが一番使いやすいですね。塗装につきましては、エアブラシでね、ささっとやっていきます。この辺りは今回省略しちゃいますね。ボンボロボンボンボン。はい、これね、組み立てです。組み立てはそんな難しくはありません。てかめっちゃ簡単。これです。これを、あれ。これね。これ置くだけ。はい、完成です。こういう感じで OK。プラモに比べたらね、簡単ですけど、そこに至るまでがね、大変ですよね。で、これが測距機とかね。これもね、組み立てですけども、はいって感じでね、取っていきます。はい。いいんじゃないの？レーダーとかもほら、ちゃんとできてますね。あとはそれぞれのパーツを乗せていきまして、これで護衛艦ヤマト2030、一応はね、完成となります。最後に仕上げとしてエナメル塗料で墨入れやメザリング作業を行っていきます。これでちょっとね、塗装の粗をね、隠すような感じになりますね。それでは、フローズンソニックメガ 8KS で制作いたしました護衛艦ヤマト2030の勇姿をご覧ください。巡洋艦か。今回制作した護衛艦ヤマト2030、デザイン的にはね、結構気に入ってるんですけれども、皆さんどう思いましたでしょうか？ぜひね、感想をお聞かせいただけますと嬉しく思います。また、こちらの護衛艦ヤマト2030はダウンロードサイトで購入することができますので、ぜひ皆様もプリントに挑戦してみてください。3分割のデータで配信しております。また2000分の1の護衛艦ヤマトと戦艦ヤマト1945もよろしくお願いいたします。さて、ということで、ここからはソニックメガ 8KS の評価になります。まず、ここまでのまとめとしては、すべて画像に書いてありますので、こちらをね、見ていただければと思いますけれども、とにかく大きなものが作れて大量生産にも向いているというのが最大の長所となっております。まさに光造形 3D プリンターの究極系とも言える生産力を誇ります。反面、大きいがゆえに、レジン消費量が半端なかったり、大型光造形 3D プリンターがゆえの扱いづらさがあるというのは致し方ないところです。そしてこのソニックメガ 8KS、買いかどうかという点についてなんですけれども、スポンサーの方にはね、申し訳ありませんけれども、最初の1台目に買う機種ではございません。メガ 8KS はそれなりのお値段がいたしますし、周辺機器も揃えなければ進化は発揮できません。ただ今回はフローズン様から提供されたプロモコードを利用することによって、本体のソニックメガ 8KS と上位機種のメガ 8KV2 をお得に購入することができますので、この機会にぜひご検討よろしくお願いいたします。こんなでかい機材置き場所がねえですって？ご安心くださいませ。今回のプロモコードは中盤機のソニックマイティレボ 16K にも適用されます。
中盤機でしたら、比較的設置しやすいと思います。また、フローズン社製の 3D プリンターは、それ以外にも、ソニックマイティ 12K やミニ 8KS が存在していまして、これら機種も同様におすすめとなっております。なぜかと申し上げますと、今から随分前に発売された光造形 3D プリンターの伝説の名機、シャッフルが、まだ動きます。ありがとうございます。2018年、いや、平成30年の製品です。この、質実剛健さがいいでしょう。個人的にはね、このシャッフルのデザインがね、本当にね、時。そして、最近の 3D プリンターは構造が複雑になりすぎておりまして、本体を全部ばらさないと LCD パネルの交換ができないという仕様になっています。LCD パネルは消耗品です。消耗品の交換のために、1日を潰さなきゃいけないなんてナンセンスです。それに比べてフローズン製品は伝統的です。光造形の 3D プリンターで重要なのはあくまでも造形力です。しっかり造形を成功させて、そして消耗品が手に入って交換しやすくて買いやすいというのが重要で、他はなんとかなります。ということで、貴重な台湾の 3D プリンターのメーカー、フローズンさん頑張ってください。フローズン社製品を何卒よろしくお願いいたします。お後がよろしいようで。はい。こちらのね、ソニックメガ 8KS を使ってね、50万トン戦艦フルハルモデルとかね、氷山空母とかね、断念していた企画をね、進められるかもしれませんね。新しい作品が見たいという方はぜひね、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。